そしてチャーハン。おまけのジッパーバッグはティラミス風ウェーブトーストにも崩れにくく、アイシングの練習。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品アレンジやルーティンを交えてご紹介させていただきます。チャンネル登録もお願いします。米久洋梨の焼き豚 100g あたり197円で939円です。大人気のアップルスモークベーコンの米久の新商品です。賞味期限は3月13日。初購入なのでなるべく小さくて期限の長いのを選びました。アップルベーコンと同じように切っていきます。梨果汁効果で柔らかいのかと思ってましたが、意外に硬いです。タレはほとんどついていないですけれども、味はしっかりついています。普通に美味しいです。ラーメンのトッピングにね、焼き豚やっぱりいいですよね。ちなみにこれはプチッと鍋豆乳とサリ麺です。あまり特徴的なコメントも浮かばないんですけれども、この形は車みたいですね。でも、ものすごくどうでもいい感想。そしてチャーハン、たっぷりチャーシュー入れました。キャンベルスープ36パック1958円から400円オフです。コーンポタージュとクラムチャウダーの2種類入っています。うちはあまり粉末スープは飲まないんですけれども、おまけに惹かれました。賞味期限は11月です。お湯を 180cc 注ぐだけで飲めますが、なかなか溶けてくれないことがあまり買わない理由となります。美味しいんですけどね。粒コーンも入ってて美味しいです。クラムチャウダーは人参などの具が彩りよくて贅沢。クラムの存在感もしっかりあります。おまけのジッパーバッグはマスクケースとして使うことにします。このパッケージも好みなので捨てられない。レッドシードレスグレープ 1.8kg、 メルマガ掲載特別価格の1298円です。グリーンもまだ並んでいましたが、今回はこちらにしました。チリ産です。最初に傷んでいるものがないかしっかり点検します。カビているものがあればその周辺も処分してます。保存はペーパーで1房ずつ包んだり、1粒ずつばらしてコンテナに入れたりと、いろんな方法がありますが、横着の私は洗ってからざるごと軽くラップを乗せて冷蔵庫に入れてます。そうすると家族が勝手に食べるので6日ぐらいで食べきっちゃいます。スムージー用に冷凍する時もあります。先日ご紹介したグリーンシードレスと比べると甘いです。シードレスグレープはたくさんあるので品種が頻繁に入れ替わるので飽きないですね。ホテルブレッド599円です。消費期限はあさってです。新商品となっていますが再販です。このアルミケース入りのシリーズは柔らかくて大好きです。このシリーズのおすすめは超厚切りです。焦がさないように予熱したトースターでパリッと表面を温める程度が私の好みです。スープに浸すとたっぷり含むのでより美味しくいただけます。スポンジケーキのように柔らかいのでティラミス風ウェーブトーストにもしてみました。マスカルポーネクリームはガルバーニマスカルポーネにグラニュー糖とバニラエッセンスを加えて混ぜただけです。ゴディバのブラウニークッキー1458円です。先週からの新商品でコストコ限定です。賞味期限は9月です。35枚くらいということなので数えてみましたが、きっちり35枚入っていました。大きさは35ミリくらいの正方形です。柔らかくしっとりしたソフトクッキーのようなブラウニーです。カントリーマームっぽいなと思ったら、製造は富士屋です。ラングド社も埼玉製造でしたし、ゴディバイコール輸入じゃないんですね。ココアはオーストラリア製でした。安くて安全で美味しければ別にどうでもいいんですけれども、ローソンとゴディバのねコラボも大人気ですよね。表面がシンプルなのでアイシングの練習をしてみました。材料は粉糖、卵白、レモン汁です。ちょっとヘタピなんですよ。1枚あたりは 41.66 円なので練習台にするにはね贅沢なんですけれどもね。
銀鮭西京漬け2280円から300円オフです。冷凍になってからのリピは2回目です。3切れずつが3つ、合計9切れです。1切れあたりは220円です。G さんの銀鮭、賞味期限は11月です。お味噌はペーパータオルで拭き取ります。アルミシートを引いた魚焼きグリルで焼いています。ふっくら柔らかくて美味しいです。USA プライムビーフ肩ロースすき焼き用 100g あたり299円で3857円です。アメリカ牛ですけれども柔らかくて美味しいです。大きいので野菜巻きにも使いやすいです。お弁当用の肉巻きはフードセーバーでパックして冷凍しておきます。じゃがいも北カムイ 3kg 入り598円です。北海道の豪雪の影響でじゃがいもや玉ねぎが値上がりしてきてます。横に 3L と書いてあるんですけれども、大きめのが11個入っていました。大きいのは皮が剥きやすいので調理が楽です。北カムイは肉じゃがにしても煮崩れにくく、ポテトサラダにしても甘くて美味しいです。アスパラガス 450g 入りメルマガ掲載特別価格の328円です。メキシコ産です。今回は細めです。国産のと比べると長いんですけれども、下の方は筋筋なので切っちゃいます。そして硬い部分の皮も剥きます。牛肉とアスパラのオイスター炒めを作ります。アスパラは先に炒めて取り出しておきます。ごま油を引き、下味をつけた牛肉に片栗粉をまぶして炒めます。アスパラを戻し、オイスターソースを回しかけます。大量ですけど、こういうの大好きなのですぐなくなります。アスパラはシチューに入れたり、ウインナーと炒めたりと、グリーンがちょっとあると映えますね。今週のお酒はキリン氷結無糖レモンです。スマートニュースアプリで当たりました。これね、当てるコツあるんですよ。確率変動タイムがあります。ツイッターで当選報告が流れ出したらチャンスです。おつまみは左奥からチョコ入りバナナケンピ、ドリトスとガカモレ、フルーツ盛りとナッツ、ロメインレタスサラダ、牛肉とアスパラのオイスター炒めです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。